皆さんこんにちは。カフェとノートです。今日は今から手帳を始めたい方向けに手帳の使い方と手帳を続けるコツをお話ししたいと思います。皆さんは今年こそやるぞと手帳を始めてみたものの途中で開かなくなってしまったとか、そもそも何を書けばいいかわからないなどのお悩みはありませんか？手帳って続けるの結構難しいですよね。今日はそんな方に向けて実際に私が手帳を活用している方法を具体的にお伝えしたいと思います。ではまず皆さん、手帳を書く目的は何ですか？スケジュールを管理して時間を有効活用したいとか、目標達成をしたいとか、いろいろあると思うんですが、まず最初にやってほしいおすすめの使い方があります。それは自分の行動の記録を取るということです。手帳を買ったら早速予定やタスクを書いていろいろこなしていこうと思う方も多いと思うんですが、まずはその前段階として自分のことを記録してみてほしいんです。なぜなら行動を記録することで自分の日々の振り返りができるようになり、その上で適切に行動の改善ができるようになるからです。さらに記録を積み重ねることで達成感を得ながら進んでいけるようにもなるからです。つまりより手帳を有効活用できるようになるんです。ただそんなことしなくても自分のことだから分かっているよと思いますよね。ですが1週間を振り返ってみて正確に自分がいつ何をしていたか思い出せますか？結構難しいですよね。実は記憶ってとっても曖昧で、自分のことを正確に把握するのって結構難しいんです。だから自分のことを知らない状態でいろいろ始めようとすると無茶な計画を立てたり、一度にいろいろ詰め込んだりして結局続かなくなっちゃうんですよね。なのでまずは自分の行動を手帳に記録して自分自身のことを把握する必要があります。では早速書き方なんですが、この日々の記録というのは手帳のウィークリーページを使うのが最適です。そしておすすめの形が1週間見開きのバーチカルタイプのものです。マンスリーページだけのものだと少し書くスペースが足りないかなと思います。逆にウィークリーページが1日1ページのようにたくさん書き込めるものもあると思いますが、それだとパッと見での1週間の比較が少ししづらいかなと思います。脳の仕組みとしてもバーチカルタイプの手帳は毎日の時間軸、そして1週間の時間軸を最も脳が把握しやすい形なんだそうで、そういった観点からもおすすめです。私はこちらのライフスタイルコーディネーターの松浦由香さんのライフクリエイトダイアリーという手帳を使っています。こちらの手帳はマンスリーページがあり、ウィークリーの部分は1週間見開きのバーチカルになっています。では具体的な書き方です。1日を過ごしたらその日の夜にその日の行動を何時から何時まで何をしていたと記録していきます。ここでのポイントなんですが、いきなりいろいろ書くのではなく、まずはお仕事や学校から帰ってきて寝るまでの数時間の間何をしていたかだけを簡単にメモすることから始めるのがおすすめです。学校や仕事などほぼ毎日決まった予定の部分は書かずに空白でも OK です。というのも最初から張り切って細かく全ての行動を書くと結局続かなくなってしまいます。私も何度もこの挫折を繰り返してきたので、最初はメモ程度で簡単に書いていくのがおすすめです。ただたくさん書く方が好きという方もいらっしゃいますよね。そんな方におすすめの方法は、まず週の初めに今週の決まっている予定やお仕事、学校のような固定の予定を1週間分まとめて書いておきます。そして細かな日々の記録はその日の夜にメモしておきます。色をつけたい方はマーカーなどで色をつけても OK です。ただここも続けるためのポイントとしては、細かくやりすぎて自分の首を絞めないことです。私の場合は結構面倒になってしまうことも多いので、最小限の手順にとどめた方が経験上は良かったかなと思います。もう一点ポイントは、最初はいろいろ試して自分に合う方法を見つけていけばいいんですが、
最初こうやったんだからずっとそうしなきゃというような制限は取り払うことです。自分に厳しめの方は完璧にやらなきゃと思ってしまいがちだと思うんですが、それだと続けるためにプレッシャーになってしまいますよね。途中でやり方を変えても全然いいし、むしろ続けやすいように楽する方がいいので、完璧にやらないというのもポイントとして押さえておいてください。そしてお休みの日の書き方ですが、ここも例えばいつも通りの決まった予定であれば書かずに空白にしておいても OK です。そして特別な予定や何かいつもと違うことをやったということをメモする程度で大丈夫です。では1週間書いてみたら記録した内容を振り返っていきます。たくさん YouTube 見てたなとか、いろいろ気づきがあると思うんですね。あとは私案外行動できているなとか嬉しい発見も出てくると思います。ここでポイントなんですが、1週間何もしていなかったと気がついても自分を責めないことです。私たちは自分を責めれば責めるほどやる気と行動力が落ちてしまいます。その結果何かを継続するのが困難になってしまいます。自分を責めてしまう気持ち本当にわかるんですが、かえって非効率になってしまうので、あくまで客観的になるほどここは何もしなかったんだねくらいに思っておけば大丈夫です。また忙しくて書けなかったとか、全然手帳が埋まってないというショックもあると思います。しかしここも書けない日もあるという前提でいるくらいで OK です。どうしても空白になると気になってしまうと思うんですが、実際書けない日ってあるんですよね。私も全然書けない日どころか、今月全然書けていないという時ももちろんたくさんあります。ですが、そういう日があるのが当たり前と思っていることで気持ち的に負担にならず、結果として継続しやすくなっています。ただ手帳を書けていない日って本当に空白の時間という感じで、何をしていたか全く思い出せないんですよね。なので自分の負担にならないことは大前提ですが、こまめに記録するってすごく大切だなと思っています。では今週の記録振り返りをもとに来週の行動を考えていきます。自分の行動を把握した上で、来週はどうしたいか、どうしていけそうか、来月はどうしたいか、どうしていけそうか考えてみてください。今週はこれをやりたいと思うものが出てきたら、週の初めに予定またはトゥードゥリストとしてバーチカルに埋めておいてもいいですし、前日の夜に明日はこれをやろうと書いても大丈夫です。そして実際にそれを行動してみて、その記録をつけ、さらに改善していくっていうサイクルになってきます。このような記録はまず2週間を目安につけてみてください。2週間書いてみて、もう少し細かく知りたいなとか、ここまで書くと負担だなということも分かってくると思います。それ以降は自分のやりやすいように調整しながら行動する、記録する、改善するとサイクルを回すことに手帳を活用してみてください。ということで今日は手帳の活用方法と続けるコツをお話ししました。バーチカルのページってどう使っていいかわからないっていう方も結構多いと思うんですが、まずは自分の行動を記録してみるということをぜひやってみてほしいなと思います。手帳って続けられると読み返してとっても楽しいですよね。以前の自分を振り返って自分の成長を実感しやすいツールだと思います。今ちょうど新年度が始まる頃なので、手帳を始めるのにぴったりな時期だと思います。今年こそは手帳を続けたいと思っている方、ぜひ参考になれば幸いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。カフェとノートでは、あなたを理想の未来へと導く手帳術 GPS 手帳のワンデーレッスンを開催しています。さらに今後はパワーアップした GPS 手帳完全マスター講座も開催予定です。レッスン情報を見逃さないようにチャンネル登録、Twitter、インスタのフォローもお願いいたします。